どうも、ありごとうです。スターレイル楽しんでいますか？パート1の動画ではスターレイルの魅力と毎日やっておきたい日替わり限定のルーティンワークをご紹介してきました。スターレイルをプレイしていく上で押さえておきたい大切なポイントは3つあります。それはキャラクター育成、パーティー編成、そしてクエストの理解です。この3点さえマスターすれば無課金で最高難易度のクエストをクリアすることもできるようになります。難易度の高いクエストのクリア報酬は非常に美味しいです。美味しい報酬をゲットできれば、それを元手にガチャを回したり、育成や異物厳選のためのコストに回すことができるので、あなたのスターレイルがより一層充実したものになってきます。となれば覚えておいて損はないですよね。ということで今回はキャラクター育成の基本についてやっていきましょう。タイム。キャラクター育成を行っていく上で踏まえておきたい主軸となるポイントは運命、奇跡、異物と光塩水。これらを一つずつ解説していきます。まず何人育成すればよいのか。最初はこの疑問に当たる方も多いと思います。そこで考慮するのが運命です。スターレイルに登場するキャラクターはそれぞれ運命が決められており、運命別に様々な能力が与えられています。運命とは所属する戦闘タイプのことで7種類に分類されます。なぜ運命が大切なのかというと、スターレイルは4人のチーム制で戦うようになっていて、所属する運命によって3つの異なる戦闘タイプに分別されています。敵にダメージを与えるアタッカータイプ、味方の戦闘力を上げたり敵の防御ダウンをさせたりするサポータータイプ、そして味方の HP を補給してくれるヒーラー、バリア役となって敵からダメージを軽減してくれるタンクといったディフェンダータイプ。これらの戦闘タイプを考慮しながらチーム編成を行います。なので最低4人を育成していく必要があるということになります。ところが開拓レベル21に達すると忘却の庭というクエストが開放されるようになります。忘却の庭に入りたいのか？その中に混沌の記憶という2週間に1回の頻度で更新されるクエストがあり、高報酬がもらえる美味しいコンテンツなのですが、このように2チーム制バトルになっており、1戦目で使用したキャラクターを連続で次のバトルに使用することができない縛りが設けられています。それぞれ異なる8人でチーム編成をする必要があります。なので運命別の戦闘タイプを考慮しながら、まずは8人を目安に育成していくと良いでしょう。次にどこまで育成するのか、この疑問についてお答えしていきます。育成を行うものは次の4つ。キャラクター、光塩水、異物、そして奇跡。キャラクターとその武器となる光塩水のレベルは80がマックスです。異物は星5なら15、星4ならレベル12がマックスになります。キャラクター、光塩水、異物の3項目はストーリーでつまずくことのないようにレベルマックスまで上げるのが基本になります。もっと良い異物が出た時に育成した異物は無駄にならないのって思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、その時は育成した異物をリサイクルできるようになっていますので心配ご無用です。良い異物を装備させたい、できることなら早くから良い異物をつけたい、そんな風に考えていらっしゃる方も多いと思います。そこで異物厳選について軽く触れておきますね。異物厳選とはレアリティの一番高い星5異物の入手を繰り返し、サブステータスが有用なもので、かつそのサブステータスの数値がより高いものが出るまでトンネルや模擬宇宙をひたすら周回することを言います。お目当てのステータスのものが出て嬉しさ 50%、 さらにそのお目当てのサブステータスの数値が伸びてくれるかのドキドキ感、これはめっちゃ楽しくて私もハマっていますが、キャラクターや光塩水、奇跡レベル上げといった強化することがまだ残っている場合はそちらを優先させましょう。異物厳選は時間もコストもかかります。希望通りの異物なんてそうそう出ません。これをやり始めると1日分上限の開拓エネルギーを全部使ってしまうのがザラで、他のことができなくなっちゃうんですね。もう一つ理由があって、
均衡レベルによって星5異物ドロップ数の振り分けが違うからなんですね。均衡レベル3だと星5異物は出るか出ないかわからない。でも均衡レベル5なら確定で2個落ちる。全然違いますよね。なので異物厳選を始めるなら均衡レベル5以上が私のおすすめです。異物厳選は最後の育成の楽しみにとっておいて、それまでは他のやるべきことをやっておいて、高難易度クエストをクリアするための土台構築をしておきましょう。均衡レベル4までは間に合わせの異物で OK。 奇跡の能力をさらに強化できる異物や次元縄とオーナメント、種類が豊富なのでどれをつけたらいいか迷いがちになりますよね。サイトを検索してみても情報が錯綜としていて逆に余計に迷ってしまったり。でもこれも実はスターレイルの仕組みを活用して決めるというシンプルな方法があるんです。活用するのはまたまた運命。先ほども運命別に箱分けをするという考え方でご紹介してきましたが、今回も運命を活用して装備する異物を決めていくことができます。遵守、知恵、壊滅、そして調和の4つの運命に属するキャラクターは攻撃力や会心率、会心ダメージを強化できる異物を、虚無の運命を持つキャラクターは攻撃力や効果命中を強化できる異物を、孫悟の運命を持つキャラクターは防御力を、豊穣の運命を持つキャラクターは HP を強化する異物を装備させる。羅刹のように攻撃力をベースにヒーリングが強化される例外のキャラクターもいます。迷った時はこの運命や奇跡の能力の詳細を読んで振り返ってみてはいかがでしょうか。均衡レベルが進んだら属性、速度や効果抵抗も視野に入れて、さらにバージョンアップして強さに磨きをかけていきましょう。異物厳選について詳細をご希望の方は次のパート3の動画をご覧ください。ということでテーマを奇跡に戻しますね。奇跡は異物厳選を行うための要素になるだけではなく、育成コストを抑えるための経費削減枠にもなるんです。キャラクター、公園水、異物はレベルマックスが基本とお伝えしてきましたが、この奇跡に関しては全項目をレベルマックスにする必要がないキャラクターもいます。この件につきましては後ほど触れますので、まずは優先度の高い育成項目からやっていきましょう。これは壊滅の運命の主人公の奇跡です。優先度の高い育成項目は全キャラクター共通で、天部、戦闘スキル、必殺技の3つで、次に追加能力、そしてステータスの順になります。もっと言うなら優先度の一番高い3要素の項目もキャラクターと使い方によって優先順位が変化します。例えばこの主人公ですが、私は壊滅の運命の方は孫悟の運命が解放された時点から育成を切り替えました。ご覧のように孫悟の方の奇跡はほぼほぼ育成完了しています。よく見ると天部のレベルだけマックスになっていません。これには2つの理由があります。1つは経費削減対策です。天部レベルを上げるとバリア耐久値がアップします。それ自体は嬉しいのですが、マックスのレベル12で防御力 6.4% プラス89というビビたるバリアしか張れないんです。これが美月7日だったら話は別ですよ。同じレベル12の場合、美月7日だと防御力 60% プラス846、主人公の約 9.4 倍という頼もしい強力なバリアを付与してくれます。仮に防御力1万積んだところで美月7日のおまけの846にも届かない。もちろんないよりはマシですが、気持ち程度であることに変わりはない。それなら他のキャラクター育成のリソースに回した方が有効と考えているためです。次に壊滅の運命を歩む渓流を見てみましょう。このキャラクターの場合は天部も戦闘スキルも必殺技もマックスまで上げます。なぜかというと、それは渓流が火力を出すための仕組みにあります。戦闘スキルを使って速防をため、天部で会心率と攻撃力を上げて、それらを上乗せさせた状態で必殺技で属性ダメージを付与しながら効果力を出せるという戦闘スタイルになっているからです。なのでこのように天部と戦闘スキルと必殺技はマックスまで上げてます。その一方で通常攻撃を見てください。初期レベルのままですよね。渓流の場合、戦闘スキルと必殺技だけで回し続けるのが理想であり、また
通常攻撃をレベルアップさせても恩恵がないという理由からレベル1のままで経費削減も行っています。反対に通常攻撃の育成優先度が高いキャラクターもいます。ブローニャやテイウンがそうです。ブローニャの場合、通常攻撃を行うと天賦能力レベル10で攻撃順が 30% 加速し、さらに追加能力で会心率が 100% になります。それなりの補助火力枠になって行動順も早めてくれるという恩恵があるのでレベルマックスにしています。ペイウンの場合は戦闘スキルのバフを付与できるのは1人だけという条件から、バフ効果を持続させるために仲間にバフを付与した後は通常攻撃を行うという流れになることが多いのと、追加能力の除細により通常攻撃の余ダメージ 40% アップという恩恵があるからです。そういった理由があって通常攻撃のレベルアップ優先度が高いキャラクターもいます。通常攻撃の強化優先度高いキャラクターって誰だろそんなこと言われても通常攻撃レベルアップ優先度の高いキャラクターなんてわかんねえし。なんて方もいらっしゃいますよね。安心してください。簡単に見分ける方法がありますよ。それは奇跡の構図に答えがあります。通常攻撃を強化した方がいいキャラクターの場合、このように通常攻撃から先に追加項目が展開されるようになっているんです。この原理を冒頭でお話ししてきた運命で判別することも可能です。通常攻撃から先の展開数順に並べてみました。虚無、知恵、この2つの運命が展開数が4つと最も多く、次に調和、そして遵守と尊護、最後に壊滅と豊穣の運命となっています。これは私の推測ですが、開発チームの方が意図的にそういう設計にしてくれた親切なのではないかと思っています。もちろん壊滅や豊穣のキャラクターで通常攻撃の強化を行うのは個人の自由です。使えるリソースに限りがあって育成の経費削減対策をしたい方はぜひ参考にしていただければ幸いです。さて、今回の動画いかがでしたでしょうか。キャラクター育成の基本を知れば効果的により強いキャラクターに育成することができます。さらに経費削減対策と高難易度クエストをクリアできるようになると、跳躍や他のキャラクター育成も無課金でやりくり可能になります。この動画が参考になった方は高評価の応援をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。